こんにちは、デザインドリップです。今回はこのような海外トレンド感のあるインスタバナーを作っていきたいと思います。ポイントは2つ。トレンドのうねったテキスト、上下の歪み具合を変えて個性的にします。さらに背景にはノイズを乗せてレトロ感を出していきます。それでは早速作っていきましょう。はい、それでは始めていきます。まずテキストから作ります。テキストツールを持って、フォントは IB モード、こちら Adobe フォントにあるものです。そちらのセミボールドの70ピクセルで、トラッキングは50で、色は何でもいいので、まずこちらでサマーコレクションと打っていきます。はい、でこちらでちょっと気になるところがあれば詰めたりカーニングをします。はい、こちらでいいと思います。今作ったテキストを選択して書式のメニューからワープテキストというのを選択します。そうするとこのようなボックスが出てくるので、スタイルから旗というのを選びます。そうするとこういうふうにうねっとした感じになります。でこちらは水平方向にチェックを入れたままで OK です。でカーブがマイナス30で一旦こちらで OK します。で今作った文字をコマンド J で複製して90ピクセル下に下げます。シフトを押して123456789で、もう1個同じように90ピクセル下に作ります。856789はい、これで、3つサマーコレクションの文字ができました。でこれから、上の方の、テキストと下の方のテキストをさらに変形させていきます。まず上の方のテキストを選択してまた同じように書式のワープテキストを押します。で今度は水平方向の歪みというところにマイナス20ですねを入れます。そうするとこのように先頭の方がちょっと大きくなって、後ろの方が小さくなりました。で今度は一番下のテキストを選択してまた書式からワープテキストを選択し、今度は水平方向の歪みに 20%、プラス20ということですねを入れて OK します。そうすると先ほど変形した一番上のテキストとは逆の方向に、変形がかかりました。今度は先頭が小さくなって後ろの方が大きくなりました。でこちらでもうテキストは完成です。こちらの3つを選択してグループ化しておきます。で、背景レイヤーをダブルクリックして普通のレイヤーにしてこちらのグループと一緒に選択をして、上下中央に揃えておきます。はい、次はキラキラの模様を作っていきたいと思います。多角形ツールを持って適当なところをクリックして幅高さを50ピクセルで、対象はチェックなくて大丈夫です。で角数を4、角丸の半径は0で星の比率を 1% にして星のくぼみを滑らかにするにチェックを入れます。これで OK をするとこんな感じの形ができます。でこれを右上をクリックして変形モードにしてシフトを押しながら右に45度回転させます。そうするとこのようなキラキラができました。でこちらを先ほど作ったテキストの右上の適当な位置に配置します。で同じようにこちらの多角形、先ほど作ったキラキラをコマンド J で複製して今度は左下に持っていき、こちらはちょっと小さくしたいので、また変形にしてシフトを押しながら50ピクセルにします。はい。で、もう1個ちっちゃいキラキラを右上に追加したいので、今作った小さいキラキラをコマンド J で複製して最初に作ったキラキラの右上の方に持っていって、今度はこちらは塗りを0にします。でダブルクリックをしてレイヤースタイルの境界線から、一旦何色でもいいんですが先に、黒で作ったので黒にしておきます。内側に3ピクセルの
境界線を描きます。こちらで OK します。で、位置をちょっと調整して、ざっくりこんな感じでいいかなと思います。で、それから先ほど作ったテキストのグループから今作ったキラキラまでをまとめて、さらにグループ化します。で、こちらに色をつけていくんですが、はい、ダブルクリックをしてカラーオーバーレイにします。で、通常で 100% で、今回の色は DBFF4B のこの蛍光の黄緑にします。こちらでテキスト周りは完成です。はい、次は背景を作っていきたいと思います。はい、あらかじめ用意していた画像を Photoshop に入れて、こちらの画像を高さを1080にします。最初に作った背景レイヤーと一緒に選択して下の方を揃えます。テキストグループの下に持ってきます。で、こちら、位置はお好みの位置でいいと思います。だいたいこんな感じにしてみます。で、こちらだと写真がちょっと明るすぎるので、ちょっと暗くしてさらにノイズをかけていきたいと思います。最初に作った背景レイヤーをコマンド J で複製して今入れた画像の上に持ってきます。で、こちらのレイヤーの塗りを0にしてダブルクリックをして、カラーオーバーレイにします。はい、色は 5D4E3D の焦げ茶色にしていきます。で、こちらで乗算で、40% にします。これでちょっと暗くなりました。で、さらにザラザラをかけていきたいので、今作ったレイヤーをコマンド J で複製してカラーオーバーレイをダブルクリックして透明度を100に戻して描画モードを通常に戻します。で、こちらを000000の真っ黒にしてフィルターメニューからスマートフィルター用に変換します。で、そちらで、ノイズからノイズを加えるをクリックしてこのようなボックスが出てくるので量を 100% で均等に分布でグレースケールノイズのチェックは外してください。こちらで OK します。こちらをオーバーレイにして 15% にします。ちょっと拡大してみます。そうするとこのようなノイズが画像全体にかかりました。はい、こちらで完成です。一つ一つの手順はすごくシンプルで慣れればあっという間にできるんですが、このワープテキストの使い方をもし知らない場合は、こういった曲がった文字ってどうやって作るんだろうって思う方もいらっしゃると思ったので今回こちらの説明をしました。こういったうねうねっとしたテキストをよく海外のデザインで見かけるのでよろしければ皆さんもぜひ作ってみてください。ありがとうございました。